今日はですね、科学研究の世界をガラッと変えちゃうかもしれない、そんなすごいツール、OpenMM について見ていきたいと思います。生命の設計図をシミュレーションするって一体どういうことなのか、その驚くべき力に一緒に迫っていきましょう。さて、いきなりですけど、皆さんにちょっと質問です。命を救うような画期的な薬ってどうやって作られてると思いますか？実はね、この問いの答えこそが今日お話しする OpenMM の凄さをもうバシッと物語ってるんですよ。その答えっていうのが僕たちの目には見えないすっごく小さな世界、原子とか分子が複雑に踊っている様子、このダンスを理解することにあるんです。薬が体の中でどういうふうに働くっていうのは全部この小さな世界の相互作用で決まっちゃうわけなんですね。では最初のセクションです。ここでは科学者たちがずーっと直面してきたある大きな壁、そう分子の迷宮っていうこの壮大な課題について見ていきましょうか。問題はですね、すごくシンプルなんです。薬を作るには分子の動きをシミュレーションすることが絶対に必要なんですけど、例えばたった一つのタンパク質の中に何万個もの原子がもううわーって複雑に動き回ってるんですよ。これを正確に計算しようとすると、今までのやり方だととんでもない計算パワーが必要で、これが研究の足を引っ張る大きな壁になってたわけです。この問題、どれくらい大きいか想像できますか？これってただの技術的な話じゃないんですよ。新しい治療法とか新しい薬の開発がこの計算の壁のせいで何年も下手したら何十年も遅れちゃうかもしれないってことなんです。まさに僕たちの未来の進歩を止めてしまう、そんな障壁だったんですね。さてさて、ここからはその問題から解決策へ一気にギアを上げていきますよ。この状況をガラッと変えたゲームチェンジャー、そう、OpenMM の登場です。じゃあ、その OpenMM って一体何なのかっていうと、これは分子シミュレーションのための、言ってみれば道具箱みたいなものですね。で、これには3つのすっごく強力な特徴があるんです。それは柔軟性、誰でも使えるオープンなところ、そして何よりも圧倒的なパフォーマンスです。じゃあ、そのとんでもないパワーはどこから来るのか。ここが面白いんですけど、その秘密兵器って実は僕たちにとってもすごく身近なものなんです。そう、最新のビデオゲームを動かしているのと同じ技術、GPU のパワーを使ってるんですよ。もうこの比較を見てもらえれば一発でわかりますよね。左が今までのやり方、右がこれからのやり方。もうね、速さと手軽さが全然違うのがわかると思います。巨大なスーパーコンがなくたって、研究者の机の上にある普通のデスクトップ PC で動かせちゃう時代になったんです。そしてこれです。見てください、この数字。なんと最大で100倍も速くなったんです。100倍ですよ。もうこれはまさに桁違いって言っていいですよね。で、このグラフが示してるのはその中身なんですけどね。OpenMM の心臓部は C++ みたいなすごくパワフルな言語でがっちり作られてるんです。でも一方で僕たち研究者がすごく使いやすい Python っていう言語でも操作できるようになってる。だから例えば AI のモデルみたいな最新のツールとつなげるのもめちゃくちゃ簡単なんですよ。さあ、じゃあ次のセクションでは実際これってどうやって動いているのっていうところをざっくりと見ていきましょう。大丈夫です。難しいコードの話は一切なしで、その仕組みの肝になる部分だけにしますからね。シミュレーションって大体この4つのステップで進んでいくんですね。まず、シミュレーションしたい分子の 3D モデルを読み込みます。で、次が一番大事なところで、物理のルールを決めてあげるんです。原子同士がどうやってくっついたり離れたりするかっていうルールですね。これを力場って呼びます。地球でリンゴが下に落ちるのが重力のルールみたいな感じで、原子もこの力場っていうルールに従って動くわけです。で、その分子を例えば水の中みたいなリアルな環境に置いてあげて、最後に用意ドンでシミュレーションを実行する。そうすると分子がどうやって動くか、そのダンスを観察してデータを取ることができるんです。さあ、ここからが今回の話のクライマックスですよ。この OpenMM が今話題の AI とどう結びついて
科学をもっともっとすごいレベルに引き上げていくのか見ていきましょう。次のステップを理解するために、ちょっとだけ今までの技術の限界についてお話しさせてください。さっき説明した力場っていう物理モデル、あれはすごく便利だったんですけど、あくまで現実の複雑な物理法則を、ちょっと簡単にした近似モデルだったんですね。だからどうしても精度には限界があったんです。そこで登場するのが、この新しい技術、機械学習ポテンシャル、略して MLP です。これはもう今までの近似モデルとは全然違います。ものすごく精密な量子計算っていう、いわば完璧な答えを AI に大量に覚えさせたものなんです。例えるなら、シミュレーションのエンジンを AI 搭載の超高精度なエンジンに乗せ替えるみたいな感じですね。そして OpenMM はまさにこの AI の時代のために作られてるんです。OpenMMML っていう追加パッケージみたいなものを使えば Any2X とか Mace とかそういう最先端の AI モデルをプラグインみたいにポンと簡単に追加できるんですよ。これによって GPU のとんでもないスピードと AI の超高性能な計算、この両方のいいとこ取りができちゃうわけです。つまり重要な点はもうこれに尽きるんです。AI と物理シミュレーションをくっつけることで今までよりもっと効く薬をもっと早く作れるようになる。まさに科学の新しい扉が今開かれたっていうことなんですね。さて、いよいよ最後のセクションです。じゃあ、こういうすごい技術が実際に僕たちの世界で薬を作るっていうことにどうつながっていくのか、そのあたりを見ていきましょう。この表に OpenMM が薬探りの現場をどう変えているか、すごくわかりやすい例が2つあります。まず FEP っていうのは何千っていう薬の候補の中からこれが一番効きそうだぞっていう当たりを AI が予測してくれるんです。これで無駄な実験をものすごく減らせるんですね。で、もう一方の SBDD っていうのはタンパク質の動きをシミュレーションして今まで誰も見つけられなかったような隠れた弱点を発見。これが全く新しいタイプの薬を設計するヒントになるわけです。そしてこれが今回の話全体で一番言いたいことなんですけど、OpenMM は分子シミュレーションっていうめちゃくちゃ強力な技術をいわば民主化したんです。昔は一部の専門家しか使えなかったすごいツールを世界中のもっとたくさんの研究者の手に届けてくれたんですね。OpenMM がもたらしたのはとにかく早いこと、そして正確であること、さらに誰でも使いやすいこと。この3つが揃ったことで科学の研究は全く新しいステージに進むことができるようになったんです。最後にこの質問を皆さんに投げかけて終わりにしたいと思います。もし AI が生命の部品をこんなに正確にシミュレーションできるようになったら、僕たちは次にどんな大きな問題を解決できるんでしょうか。いやー、考えるだけでワクワクしますよね。今回の解説は以上になります。